先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ひよこ後輩です。ゴリ先輩です。今日もよろしく。先輩、聞いてください。昨日、ひどい目にあったんです。ふむ、何があったの？今日のテーマ、ズバリ、道に迷った時の聞き方、教えてください。前回は早起きのコツだったね。三日坊主ですよね。私、まだ続いてます。おー、すごいじゃん。それで、朝早く出かけて、迷子になっちゃったんです。じゃあ今日の本題ね。道に迷うこと、誰でもあるよね。ありますあります。特に駅の周りって複雑じゃないですか。出口がいっぱいあるしね。私、スマホの地図を見てたんですけど、電池が切れちゃって、あー、それは困るね。それで人に聞きたかったんですけど、なんて言えばいいかわからなくて。ふむ、じゃあ今日はシンプルな聞き方をいくつか紹介するよ。やったー、お願いします。まず一番大事なのはすみません。すみません。これでちょっといいですかのサインになるんだよ。あー、なるほど。その後に行きたい場所を言うんだ。例えば駅とか。そう。すみません、駅はどこですか？シンプル。これだけで通じるよ。コンビニとかトイレも同じですか？同じ。コンビニはどこですか？トイレはどこですか？覚えやすい。じゃあ次は相手が答えてくれる方ね。そっちちょっと不安です。大丈夫。よく使う言葉は3つだけだから。3つだけ？まっすぐ、右、左。それなら覚えられそう。よくある答え方はこんな感じ。まっすぐ行ってください。まっすぐ行ってください。合ってる。意味はまっすぐ行ってね。そして右か左に曲がる。そうそう。右に曲がってください。左に曲がってください。曲がるですね。それと目印もよく出るよ。目印って例えば？コンビニ、信号、交番、銀行、郵便局あたりかな。交番っておまわりさんがいるところですよね。そう。困った時は交番に行けば地図で案内してくれるよ。それは安心。答え方の例、もう少し見てみよう。はい。あの信号を右に曲がってくださいとかね。あの信号なんですね。目印を入れるとぐっとわかりやすい。もしもっと遠かったらどうします？その時は歩いて行けますかも便利。便利。電車の方が早いですよって言われることもある。なるほど。あともし相手が早口だったらこう言うといいよ。なんて言うんですか？もう一度お願いします。もう一度お願いします。これも超便利。やってみます。あとお礼も忘れずにね。ありがとうございますですよね。助かりましたもよく使う。助かりました。使ってみたい。それと一つ大事なこと。何ですか？相手がわかりませんっていうこともある。それ困りますね。でも気にしない。次の人に聞けばいいんだから。なるほど。めげない。日本人優しい人も多いから。希望が持てます。じゃあちょっと整理してみようか。今日のキーフレーズはこれ。まっすぐ行ってください。意味はまっすぐ行ってね。とてもよく聞くよ。もう一度言ってください。まっすぐ行ってください。まっすぐ行ってください。いい発音。嬉しい。じゃあ皆さんも一緒に練習してみよう。3、2、1。まっすぐ行ってください。まっすぐ行ってください。今日は道の聞き方をやってみたね。すみませんから始めれば大丈夫ですね。次に迷子になったらぜひ使ってみてね。コメントで使ってみたよって教えてくださいね。ではまた次回。チャンネル登録よろしくね。